パクッ、パクッ、パクッ。お。はいどうも、ビバです。今回の動画は前回立ち上げたアベニーパファー水槽の1週間後のレビュー動画です。このアベニーパファー水槽はサイレントフレックスを設置していて、そのサイレントフレックスに苔対策のグッズを2つ追加して様子を見ています。前回の動画で1週間後にまた様子をお伝えしますと言っていたので、今回は1週間後の様子お伝えをしていきます。さあ、こちらが1週間経ったアベニーパファー水槽。中にはサイレントフレックスと水草を入れています。生態はアベニーパファー3匹。アベニーパファーはとっても水を汚す魚なので、何も苔対策してないとすぐガラス面が苔まみれになってしまいます。今回どれくらい効果が出たのか楽しみですね。今回この水槽にはテトラサイレントフレックスミニこのフィルターを設置しています。このフィルターにはデフォルトでテトラのバイオバックジュニアが入っています。今回この水槽ではそのバイオバックジュニアは使ってなくって、中のフィルターをこちらのアルゴストップ、こちらに変更しています。前回の動画でもちらっと紹介しましたが、苔を防ぐバイオバックジュニアは活性炭が入っていて汚れや匂いを取ってくれるんですけど、こちらのアルゴストップはガラス面の苔をシャットアウト、アンモニアを除去して安全な水にしますっていうフィルターです。それにプラスしてテトラの水リサイクル、これも使いました。これは水替えのいらない水になるというちょっと不思議な水質調整剤なんですけど、これもちっちゃく苔を抑えると控えめに書いてるので、水リサイクルも苔抑制効果が期待できそうです。このアベニーパファー水槽1週間どんな管理をしていたかというと、何もしてません。水替えもしなければ足し水もせず、水位は若干下がってしまいましたが、特別メンテナンスということは何もしていません。やっていたのはアベニーパファーに餌をあげるぐらい、そして食べ残した餌をスポイトで吸い取るぐらいですね。では立ち上げから1週間経ったこちらの水槽の様子を見ていきます。まずガラス面の苔の様子なんですが、ガラス面の苔はほとんど発生してませんね。めちゃめちゃ綺麗な状態。普通1週間も経てばガラス面に茶苔とか緑色の短い苔とか生えそうなもんなんですけど、この水槽は一切生えてません。めちゃめちゃ綺麗ですね。フィルターの汚れ具合も見てみましょう。こちらの緑色のフレームのフィルターがアルゴストップ。真っ白ですね。これ自体にも苔がつかないのかな。さすがに1週間じゃ全然わからないんだろうか。このアルゴストップは水草によっては成長を阻害したりするって書いてあったんですけど、うちで植えたロタラコロラタとルドビジアブレピペスとパールグラス、こちらは問題なく成長しています。CO2 添加してた水槽から引っ張ってきたので、新たに伸びてきたところは緑色になってますね。まだ使用してから1週間ですけど、水草の成長には今のところ問題ないようです。ガラス面本当に苔が発生してないか、メラミンスポンジでこすってみます。よっ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 アベニーちゃんが暴れている。ごめんごめん。さあどうだ。あ、すごい。メラミンスポンジに全然苔がついてない。これは予想以上に効果あるかも。1週間っていう短い期間なので、検証としてはちょっと弱いかもしれないんですけど、水槽立ち上げ時の茶苔とかも全然発生してないですね。隣にあるベタちゃん水槽、こちらも同じく1週間前に立ち上げたので、こちらのガラス面こすってみます。やっぱり若干茶苔っぽいのがついてたみたいですね。正直目で見ても、ここ茶苔ついてるなっていうのはわかるぐらいにはついてたので、やっぱりアルゴストップの効果高いかもしれないですね。これベタの水槽の茶苔です。今回の検証ちょっと弱いところがあって、アルゴストップと水リサイクルを同時に使ってしまったことと、あと水草を結構大量に植えてしまったことです。このアルゴストップとテトラ水リサイクルと水草を植えたっていう3つを同時にやってしまったので、どれが苔対策に効果があったのか切り分けができなくなってしまいました。ただテトラサイレントフレックス、アルゴストップ、テトラ水リサイクルは一般的な水槽管理でも全然併用できるものなので、この3つ組み合わせて使うのは苔対策としては結構効果的かなと思いました。水草をたくさん植えるのは苔の養分を吸い取ってくれるので、苔対策としては効果あると思います。ただ茶苔はどうしても水槽立ち上げ初期に発生しやすいと思うので、それが発生しなかったのはやっぱりアルゴストップ、水リサイクル、これのどちらかもしくは両方が苔防止に
役立ってるんじゃないかなと思いました。サイレントフレックスもやっぱり最新のフィルターであり、生物ろ過のスポンジも大きくて、ろ過能力高いんじゃないかなと思ってます。見た目もスッキリだし、水流も穏やかなので、今のところ水槽内に設置するフィルターとしては一番お気に入りです。実験水槽で頑張ってくれたアベニーちゃんに餌をあげよう。ほら、餌ですよ。おいしいおいしいバイブラバイツですよ。アベニーパファはね、このバイブラバイツ結構食べてくれます。もちろん個体差はあると思うんですけど、バイブラバイツ1本を5分割くらいして長さ1ミリぐらいにするとすごい食べやすそうにパクパクと食いついてくれます。パクッパクッパクッ。お、アベニーちゃん餌食いね、なかなか悩ましいんですけど、こうやっていっぱい食べてくれる姿は可愛いですね。ただこの子たちお腹いっぱいになっても結構ね、餌をツンツンやるんですよね。これでまだ食べるのかなと思って餌をあげるんですけど、落ちていく餌を途中で諦めるっていう習性があって、それでどんどん水槽の中に餌が落ちていく。ちゃんと下に落ちていく餌を追っかけてくれればいいんですけど、諦めるなよ、頑張って追っかけてよ。でもアベニーちゃんね、餌あげないとすぐ痩せちゃうので、餌はたっぷりあげたいですね。うちの子も1匹だけちょっと痩せちゃってて、その子にしっかり餌をあげたいんですけど、ちょっと隔離して飼育しようかなと思います。はい、というわけで今回はこちらのアベニーパファー水槽、テトラのサイレントフレックスミニを設置して立ち上げから1週間経過報告を行いました。このサイレントフレックス、中身は通常のフィルターからアルゴストップジュニアに変更しています。それと立ち上げ初期にこちらの水リサイクルを入れました。これでこの水槽、1週間経った今でも苔がほとんど発生していません。メラミンスポンジでガラスを拭き取っても全然汚れがつきませんでした。このアルゴストップは効果持続が約1ヶ月間、あと3週間くらいしたらまた経過報告をしたいなと思います。その間、水替えは行わず、足し水だけで管理していきます。このアルゴストップと水リサイクルで1ヶ月後どのくらい苔が入るか、ちょっと怖いですけど見守っていきましょう。ちなみに今回でサイレントフレックス動画は終了です。前編、中編、そして今回の後編、3つに分けてレビュー動画をお届けしました。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。